はい、皆さんこんにちは、ヘイです。今日もヘイズラジオをお届けしていきます。このラジオでは日本語で日本語について、日本の文化やリアルについて僕の勝手な考えや勝手な意見を10分程度でお話をしていきます。字幕もあるのでぜひ日本語のリスニングの練習やスピーキングも兼ねてリラックスをして聞いてみていってください。また質問やリクエストなどありましたらコメント欄や概要欄にあります Google のフォームからぜひ送ってください。楽しみに待っています。はい、じゃあ今日はですね、秋です。はい、今ちょうど10月のですね26日、もう秋と言っていいんじゃないですかね。なんかこの時期からはい今日から秋ですみたいなところはあるようでないんですけど、なんか秋といえばこの匂いがするから秋だなとか、こんなのが出てきたからこれもう秋だよねみたいなところをですね、僕の勝手な考えと、勝手な見解で、今回もお話をしていきます。日本の秋といえば何でしょうかね。皆さん何か日本の秋思い浮かべるものありますか？本当ね、これは結構いろいろ分かるんですけど、僕の周りに秋大好きな人間がいて、秋だっていうタイミングで僕は割と秋だと思ってます。はい。なんでしょう、なんかね、彼女の秋に対する思いがすごい強くて、洗脳されます。今日から秋だ、もうこれは秋の匂いだとかってね、物理的に何かこれがっていうのがあるのかちょっとあれですけど、わかんないですけどね。はい。じゃあちょっとそれも踏まえて、もし彼女の言葉がなければ何で僕秋が来たって判断するかなっていうのをちょっと今回紹介していきたいと思うんですけど、日本の秋って一応多分3つかな。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋とかって結構言います。この三大秋、秋といえばなのか、これをするから秋なのか、どっちかはちょっと分かんないんですけど、はい。で、食欲の秋っていうのは結構この時期にいろんな葉っぱが色づき始めて、オレンジだったりとか赤とか緑からね、だんだん色が変わってくる時期ではあるんですけど、その中で椎茸とかね、キノコ類とか魚もだいぶ水温が下がり始めて、脂が乗って身がキュッと引き締まってくるタイミングなので、魚が美味しくなるよとかで、日本の風物詩だとね、多分サンマとかですかね。秋といえばサンマを七輪で焼いて食べるっていうのは結構通な日本人の考え方やり方かなと思います。で、スポーツの秋も、夏に比べるとだいぶ気温も落ちて動きやすくなったりとか、快適に体を動かしやすくなるんだよっていうところで、スポーツの秋だったりとかっていうのを言われるんですかね。はい、だと思います。はい。あとは、読書の秋はね、何でしょう、わかんないです。ちょっと言葉でうまく説明できるかわかんないんですけど、この気温、暑くもなく寒くもなく程よい心地よさの中、結構読書は進みます。はかどります。やっぱ本に没頭する時間として結構快適にですね、字面をバーッと読めたりだったりとか、なんかその世界観にしっかり自分を落とし込める、その感覚はなんかやっぱこの気温がすごい関係してくるんですかね。読書の秋って言われるほどやっぱ僕はそう思いますね。この三大秋あるんですけど、僕が秋を感じるタイミングはやっぱ植物ですね。身の回りがやっぱ自然に囲まれてるので、もうどうしても目に入れたくなくても入っちゃうっていうのもあるんですけど、例えば紅葉、これはもみじの葉っぱだったりとか、いろんな木々の
葉っぱが緑から黄色、オレンジ、赤に変わってきて、その色づきが秋へのこう変化をなんか教えてくれる、知らせてくれるような感覚はあります。あとはですね、金木犀ですね。これ僕結構好きなんですけど、この金木犀がこう咲き始めて匂いがこうバーッと広がっていく様っていうところで秋をすごい感じます。ちょっとこう気持ち冷たい空気とこの秋に咲く金木犀の匂いによって秋だなってすごい痛感しますね。はい、どうでしょうね。なんか皆さん、各国でそういう、シーズン、春夏秋冬っていうものがあるかないかももちろんそうですけど、なんかこのじゃあオーラムとかフォールとかっていうこの季節を感じる何か特有のものとかっていうのがあれば、ちょっとそれはぜひシェアしてほしいです。日本に関する秋のお話でもいいですし、皆さんがお住まいになっている国での秋っていうものがあればぜひ僕にも教えてください。はい。でここ日本に住んでる方とか日本に来た方、秋といえばこれだよねとか、秋はこれがあるから日本来たいなとか、日本に来る価値があるよねとかっていうのがあれば、それも踏まえてぜひぜひここで僕に教えてもらえるとすんごく嬉しいです。はい。じゃあ今回はですね、秋といえばというところでお話をしてきました。多分ね、またこの冬になり始めそうだったら冬といえばなんてお話も出てくると思うので、またそれも楽しみにお待ちください。はい。ではまた次の動画、ラジオの方でお会いしましょう。さようなら。